はい、皆さんこんにちは。ようこそチャンネル666へ。今日はですね、アマテラスは準惑星セレスから来た宇宙人だったんじゃないかという説についてご紹介したいなと思います。アマテラスというのは日本神話に登場する神々の一人です。時代背景だとおそらく縄文時代あたり約1万5000年前とされているんですけれども、このアマテラスたちは雲に乗って宇宙の高間ヶ原から日本の高間ヶ原に降り立った、これがいわゆる天孫降臨というのが、定説であると思うんですけど、そうね。今回は宇宙人起源説というのをご紹介したいなと思います。はい、はい、さてこのね宇宙人起源説はね、はいはい、宇宙人だったっていうことですよね。だからそういうことアマテラスたちは、はい、じゃあどこにいたんですかね。どこにいたかというとね、昔火星と木星の間に惑星セレスってやつがあったの。はいはいはい。でこれはね、火星と惑星セレスが戦争をしたわけ。実は Q アノンに書いてる。なるほど、Q アノンに書いてる。Q アノンに書いてる。はい、でこのセレスがね曲げたわけ。はい、惑星爆発しました。爆発したから今そこに小惑星帯ってやつがあるわけ。はいはい。普通に学校で習うからね。はい、火星は敵国だから逃げられません。でね、そうですね、ちょっと逃げるのは厳しいですね。無理ですね。反対側に木星があるわけ。はいはい。でもあれはガス惑星なの。ああ、住むことはできないと。はい、降り立つ場所がない。はい。するとしゃあない。そこに原始惑星地球がある。なるほど、ここしかなかったと。そこしかない。2階の地だ。ちゃんと空気も土も水も全部ある。よし、こっちに移ろう。なるほど。するとね、はい、UFO 乗ります。UFO いっぱい来るわけ。大群で来る。はい、地球に来ました。はい、成層圏に突っ込んできます。するとだね、金属がね、ものすごいでかい金属がよ、成層圏に突っ込むとね、雲ができる。スペースシャトルがね、帰ってくる時も後ろにいっぱい雲作るよね。ああ、確かにそうですね。そうでしょ、はい、気圧の差で雲できるよね。同じです。雲がもこもこ降りてくるわけで、うわーっと大群で。なるほどなるほど。だからこれを見た当時の人々は、雲に乗って降り立ったんじゃないかというふうに勘違いしたんです。そうじゃ。神々がね、雲のと降り立ってきたと見ちゃうわけ。宇宙人なんかわからん。当然宇宙船なんてわからん。はい、神々が雲に乗ってうわーっと降りてきました。はい、日本のあるところに着陸したと。そういうこと。はい、UFO は着陸しました。はい、これを天孫降臨っていうの。なるほどなるほど。つまりね、天孫降臨をね現代語訳すると、要は UFO の着陸と。そういうことじゃん。はい、単純に言えば。なるほど。着陸だ。はい、彼らが降り立ちました。はい、そこは奈良の、これが高間ヶ原。そういうこと。高間ヶ原にどっと着陸した。なるほど。そうなの。でね、はい、着陸しました。このね、高間ヶ原っていう場所はね、標高300メーターなの。はい。で、なだらかな坂の上にある山があって、高間ヶ原があって、でまたちょっとこう降りてるわけだ。でね、降り立ちました。非常に気のいい場所なの。はいはいはい。でこうなだらかな坂だから、下にいる人たちはね簡単に行けるわけ。なるほどなるほど。神様、よくぞ降臨してくれましたと。これから私たちを守ってくださいって言いに行けるの、簡単に。じゃあ次何をやる。ちょうど良かったっていうことですね。ちょうど良かった。その距離感もそうですし、そうなんです。地政学的にもすごく、そう、ちょうどいい高間ヶ原の地政はすごい良かった。はい、町を作ろうかいなって当然思うわけだ。はい、セレスが壊れました。はい、自分たちのふるさとを作りたい。やっぱりセレスの星を再建したかったっていうことですね。するとね、なんとね、目の前にね、広大な平原とね、防衛にちょうどいい山が囲んでて、水が流れてる場所があった。それがいわゆる今の飛鳥と。そういうこと。だから飛鳥の都っていうのはね、彼らが作ったわけだ。はい、じゃあこのね、飛鳥の都に人間がいるかってまだいない。だって飛鳥って名前もついてない。ところが周り見るとパラ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 人がね村作って住んでる。でこれをねなんとか固めたい。はいはいはい。はい、平原があります。水があります。山があります。何をする町作るの？町を作るのに、やっぱり一
人を呼ばないと集めないといけないですよね。だよね、当然。するとね、広告するの、コマーシャル。神々が「はい皆さんいらっしゃい、ここに平原あります、作物作れます、川流れます、肥沃な土地です、どうぞどうぞいらっしゃい」ってやるわけだ。なるほどなるほど。今と一緒。今と一緒ですね。だよね、分譲住宅と一緒。一緒ですね。ここいい場所です。都市計画と一緒ですね。全く一緒。当時古代の都市計画やるわけだ。はい、人が来ました。でね、じゃあまず稲作をしてなきゃいけない。はいはい。当然わからない。突然なんで縄文人がね、縄文時代がよ、急に弥生時代に入ってね、米作るか。確かに急にですね。無理を彼らが教えた。なるほどなるほど。だからいわゆる稲作のやり方作りました、はい、村の作り方教えました、政治まで教えるの。なるほど。村の統治、はい、なるべく人間にさせようとする。教えるわけで、はい、できました。さて飛鳥の都の特徴はね、はい、山も多いよ、木も多いよ、石が多い。石ですか。ら、そう、石じゃ岩だな。巨大な岩が多いわけだ。岩を加工しなきゃいけない。どうやって加工するかな。このね、1万数千年前によ、どうやって岩を加工するか。いやー、やっぱり叩いたりしかできないですよね。だよな。考古学者はそういうの、はい、じゃあピラミッド、きれいな直方体でね、何千個も積み上げました。無理です。数百年かかる。かかりますね。日本の石はありえないくり抜き方する。ああ、なるほど。丸い岩からね、サイコロ状の石をね、切り出して、はい、どうやんの。じゃあ今現代石どうやって切る。現代だったらやっぱり電の子とか、やっぱレーザーとかですかね。だよね。はい、皆さんね、何この2人アホなこと言ってんだって言うでしょ。では石をノコギリで切るとね、刃はボロボロなの。唯一レーザーしかない。なんでかっていうと、まっすぐな切り口なの。言ってごらんって、飛鳥にもうね、まっすぐな切り口の岩がいっぱい。なるほどなるほど。はい、レーザーしかないじゃん。でそれはね、皆さんね、修学旅行で行ったことあると思うよ、あなたもね。はいはい、どこ。飛鳥の岩船、亀石、鬼の接近、はい、天の岩船、坂船石などと。でこれをね、切るとき、はいはい、これらがまあ天照たちがどうやら作ったんじゃないかと言われてる岩ですね。でレーザーで切るわけだ。はい、次動かさなきゃいけない。はい、作りました。動かす。どうやって動かすか。ピラミッドの石どうやって動かしたか。ああ、これがね、今唯一この技ができるのは今んとこね、モンゴル人なの。でモンゴル人がね、あることをするわけ。するとね、こう声量ね、声の量が小さいのに50キロ先まで届く声を出すことができる。なんと、はい、でこれはね、日本もね、唯一神主がやる。神主が、それはね、ホーミー、倍音と言われる現象ですね。倍音ね、日本語では倍音って言う。モンゴルはこれホーミーって言ってるわけだ。これはね、特定の周波数をね、口から出すんだけども、はい、同時に2つの音を出すわけ、はい、で1個の周波数ともう1個の周波数がね、交差すると空間がね、振動するんだ。ああ、なるほど。でこれね、割ることもできる、ホーミーで。有名なのはね、マリア・カラスという昔いたソプラノ歌手はよ、ちょっと先のワイングラスをホーミーで割ってんの。うわーって音でね、はい、YouTube はね、なんか少年もやってるわ。小さな子供もほーっていう高い声でパーンと割ってる。これはね、それをね、彼らは普通にできた。周波数の操作もできるわけだ。なるほどなるほど。そうなんだよ。でこれはね、使いこなしてたんじゃないかと。そうじゃん。であなたが言ったさっきのね、5つの遺跡はね、全部飛鳥だ。なるほど、確かにこれ全部飛鳥ですね。でなんとこれ他のところにないの。この岩の集合体、どう切ったかわからないものってね、なんと日本中どこ行ったって飛鳥しかない。なんだ飛鳥ってなるわけよ。なるほどなるほど。つまりね、はい、レーザーがなきゃ無理ってことはだよ。結論何よ。やっぱり高度な
文明技術を持った宇宙人だったんじゃないかと、それしかはい、ないよ。確かにそうでしょ。そうですね。やっぱまあこれらを踏まえると、うんアマテラスたちはやっぱり宇宙から来た高度な文明を持つ宇宙人だったんじゃないかなとそういうのが非常に辻褄が合うかなということですね。はい、しつつまどころちゃいますねんや。それが事実だ。事実だと。それ以外にないなるほど。思うよ。はい。うんどうですかね。皆さんはどう思われますかね。ぜひコメント欄で教えていただければなと思います。本当に教えて。他にどう説明作るのかで分からんけども、説明ができる人いたらぜひ書いてここにこちらに、はい、頼むわ。お願いします。はい、はい。それでは皆様ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。See See you next time.